厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はミュージカルとオペラの話です。オペラはヨーロッパの上流階級の娯楽として何世紀にもわたって愛されてきました。そして19世紀後半、より庶民に向けた娯楽として短くわかりやすいオペレッタが生まれます。それがアメリカに渡り様々な音楽と融合して20世紀初めに生まれたとされるのがミュージカルです。今回はミュージカルとオペラを愛する東京交響楽団の正指揮者原田慶太郎さんにその魅力を語っていただきました。原田慶太郎さんは1985年東京生まれ、ミュージカル奏者を目指し渡米し、インターロッケン芸術高校ロシア・サンクトペテルブルクで指揮を学び、21歳でモスクワ交響楽団で指揮者としてデビューされました。以後アメリカの様々なオーケストラで活躍され、2010年タングルウッド音楽祭では小澤征爾フェロー賞、2013年ブルーノ・ワルター指揮者プレビュー賞など数々の賞を受賞されています。アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界中で活躍されている原田慶太郎さんが2022年11月にオペレッタ天国と地獄を指揮するということで、今回ミュージカルやオペラ、そして天国と地獄についてたっぷり語っていただきました。ぜひ最後までご覧ください。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日原田さんにミュージカルとオペラの魅力についてお伺いしたいと思います。最初にお伺いしたいのが原田さんとミュージカルの出会いからお伺いしていいですか？僕は、東京生まれなんだけど、その保育園からずっとインターナショナルスクールに行っていて、で僕が通ってたセントメリーズインターナショナルスクールって二子玉川にあるんだけど、そこが幼稚園小中高とあって、で男子校なんだけど姉妹校に聖戦と聖心っていうのがあって、毎年中学生高校生の3校が集まったミュージカルをやってるのね。へー。でそれで演目とかがサウンドオブミュージックだったり、シカゴだったり、ガイズ&ドールズとかウェストサイドストーリーとかオカホーマとかいろいろと、いろんな定番のミュージカルを学生さんたちがもう本当にセットを作ってコスチュームを縫って作ってペインティングして、演出はちゃんとした演出家がプロの演出家がいるんだけど、そこからもうゼロからスタートして毎年ミュージカルをやるっていうのをやってるわけよ。でそれで僕が小学生 1,2 年生ぐらいだと思うんだけどにミュージカル春にあるんだけど見に行った時が、初めて見たのがウエストサイドストーリーだったのね。でその時にやっぱりすごい衝撃を得たのよね。なぜかというと僕小さい時にバレエとか見に行った時にもう全然あんまり興味がなくてずっとなんかくるみ割りに見てずっと寝ちゃったのね。でくるみ割りを寝ないで全部見れたのは僕初めて振った時だったの。面白い。それ以外はずっといつも寝ちゃう。そうなんですね。あんまり興味なかったのよね。でそれで、ミュージカルでそのウエストサイドストーリー見た時に自分の先輩たち、僕の先輩たちがやってるっていうのもあるし、かっこいいなっていうのもあるのと、やっぱ衝撃的だったのが音楽、そのバーンスタインの音楽がすごくかっこよくて、ああいいねこれって思って、それでミュージカルってこういうなんか素晴らしい世界があるんだとか思いながら、そこからミュージカルの世界に興味持って、で僕の先輩とかでミュージカルスターだとさ、シルビア・グラブとかが先輩にいるんだけど、彼女の、公演とか見に行ったりとかして、こういう世界ってなんか輝しくていいねと思って、でそれで本当はもうそれをやりたくてしょうがなかったのよね、将来。でそれを目指しててたんだけど、なんか年を取るとともにあんま僕歌うまくなくて、踊りもあんまり上手じゃないから、ちょっと歌もうまくなくて踊りも上手じゃなかったらさ、ブロードウェイには行けないじゃない。まずワンツースリーのワンツーがなければさ無理だから、どうしようと思って。でもやっぱ音楽が素晴らしいし好きだし、でそこでサクスフォンに出会って、やっぱ最初に聞いたウエストサイドストーリーのオープニング、バーンスタインのオープニングのタラーリっていうのがサクスフォンだから、それに当てはまって、舞台の上には立てないかもしれないけど、ミュージカルのピットのミュージシャンになってそういう世界あるのかなと思って、でやっぱり小さい時から僕ニューヨークとかロンドンとかシカゴとかのブロードウェイのミュージカルを見に行ってたから、小さい子だと前に行ってさ、どうなってんのかなって見るとさ、オーケストラピットってやっぱ劇場が小さいからすごく少人数でやってるのよね。10人ぐらいで全部のオーケストラのサウンドだから、1人が4つぐらいの楽器を吹きながら弾きながらシンセサイザーやりながらっていう世界を見た時、これすごいなってかっこいいなと思って、もう一人一人が全員ミュージックマンな感じ、いろんな楽器をできて、でこういう世界もあるんだなっていうのを初めて
分かった時にオーケストラピットの世界でピットの中で舞台をやる、なんかこのワールドがすごく素敵で高校の時からアメリカ行っちゃったんだけど、それはやっぱりそのピットミュージシャンになるためには、日本ではマルチって言うんだけど、英語でダブラーって言っていろんな楽器を演奏する奏者のことを言うんだけど、それになる勉強をしに行ったの。そうなんですね、そこまで原田さんの心を掴んだミュージカルの魅力って何なんですか？やっぱり全部あるじゃない。その物語も楽しいし、悲しいし、嬉しいし、いろんな感情を伝えてくれるのが物語であって、あと音楽がねやっぱメインだよね。音楽が素晴らしくなきゃさミュージカルはあんまり成功しないから、舞台を見るよりプラスアルファになってるその音楽が DNA となって物語が作られているっていうのはやっぱ素晴らしいなと思って。多分そこが僕のルーツだからこそ、オペラの世界入った時もオペラに感動したのが高校生の時なんだけど、すごくスムーズに入ってったね、そのオペラの世界にね。もともと音楽を好きだったんですか？まあ音楽は好きよ。でも僕が好きな音楽っていうのは、その本当に生まれ育った音楽が全部オールデイズだったのね。ビートルズとかビーチボーイズとかスティービー・ワンダーとか、エース・ウィンド・エンド・ファイアとか、そこら辺の音楽して育てられた人間であって、なんか自分が本当に CD を買って聴くっていうのは、多分安室奈美恵とかダパンプとかスマップとかスピッツとか、そこら辺かな。だから初めての自分でライブのコンサート行ったのがダパンプあたりだと思うのね。だから音楽は好きですかって言ったら好きです。でカラオケとかでも歌うのは大体そういう J-POP とか、あと僕とかもう完全になんかケツメイシとかのインフルエンスがすごい強いね。で僕学校の先輩が M フロだったから、そうなんですか。タクトバーバルとその先輩たちが大ブレイクするのを見ているわけよね。だからラップとかもすごく大好きだし、あと筆記も先輩歌だからそれも1個上だから光は。だから彼女とかも見ててさ、やっぱりかっこいいよね。中学の時に彼女大ブレイクしたから、あれを見てるとなんかやっぱその世界に引き込まれるかなっていうのはすごくあった。本当にジャンル問わずいろんな音楽から刺激を得られてきたんですね。そうね、やっぱ自分はモットーとしては音楽イコール音楽だから、ジャンルとか気にせず音楽好きですかって言って嫌いですっていう人はあんまりいないと思うのね。でもクラシック好きですかって言った時にちょっと苦手ですっていう答えがあるじゃない、よく。オペラ好きですかってちょっと分からない。でも音楽は音楽ですからっていう、なんかそこのなんかジャンルをつけるのはもう本当に僕大嫌いで、もうボーダーレスでいてほしいのね、何もかもが。それ今の原田さんの指揮にもつながる部分ですか？そうかもしれない。やっぱり今日本で振り始めて多分8年目ぐらいになるんだけど、最初の頃はよく、アメリカに住んでるからなんだと思うんだけど、アメリカモンプログラムやってくださいとか、あとは新世界やってくださいって。でも新世界別に確かにアメリカに来る話だけど、別に曲はチェコだからあんまり僕が新世界やるからってそんなに新鮮かなとかって最初思ってたんだけど、でも最初はねもちろんイエスイエスイエスって言ってたけど、でも今になってからはもう本当に全然あまりそれ新世界もやらないし、アメリカンプログラムをやるわけではなくて、自分がアメリカのトップオーケストラのスタッフ指揮者とかやってる時に、ポップスのコンサートがすごくやっぱり楽しかったのよね。でそれがきっかけで日本にその風を持ってきたいから、例えばジョン・ウィリアムズのコンサートをやったりとか、毎年サントリーホールでやってるんだけど、でもジョンとのアシスタント、ジョンとスピルバーグのアシスタントも十何年間もやってるから、ジョンとはすごく仲いいし、彼の音楽よく分かってるから、それを、ね、生の演奏で聴いてくれるっていうのも嬉しいし、だからそれもクラシック、今ジョン・ウィリアムズクラシックの世界のカテゴリーに入ってきているけど、でも映画音楽じゃない。あとは去年の東京オリンピックの時の応援ソングがポップスアーティストのミレイさんと、N 響と僕とミレイでミュージックビデオを作ったりとか、それもすごい最初から結構プロデュースの段階からこういうイメージを作りたいっていうのを結構ガンガン言ってたから、ああいう PV になったし、あとは元 x ジャパンのトシさんとかの一緒にコラボするコンサートやったりとか、なんかそういうふうに日本にいるクラシックの指揮者があまりやらないものをやっていってる何年間が続いてるから、慶太郎って一体何が
メインストリームなんだろうってよく聞かれるのね、だからメインストリームは音楽ですって答えてるかな。なるほど、そうなんですね。だから自分の経歴でもその映画やってた時代もあるし、オペラ団にずっとも入ってたから、でシンフォニーも触れるわけだから、でポップスも好きだし、だから別に音楽で人がね喜んでくれるんだったらさ、ジャンル別に何でもいいじゃんって思う人、なんかそんな原田さんに聞くのちょっと無粋かもしれないんですけど、ミュージカルもオペラの一種のオペレッタから発祥しているというふうに聞きました。この辺りのミュージカル発展の歴史についても少し教えていただけますか？やっぱり最初がやっぱアメリカのミュージカルの発展とか、あとはギルバート&サリバンとかがね、やっぱりオフェンバッフ、今回のオフェンバッフのモノマネみたいな感じでイギリスからスタートしてるっていうのもあって、ミュージカルの歴史になるとアメリカンミュージカルとイギリスミュージカルってすごく全然違うものになってしまうんだけど、アメリカンミュージカルに関してはやっぱりその1900年代前半にどうしてもアメリカンサウンド、アメリカンエンターテインメントをすごく追求しようとしていた作曲家たちがいっぱいいたから、そこがスタートよね。だからガーシュウィンとか、でも結局クラシックの音楽が書けなきゃミュージカル書けないわけだから、もともとの DNA はクラシックの作曲家のトレーニングだね。クラシック、だからガーシュウィンとかも絶対そうだし、でミュージカルスタイルとかになってくると、やっぱりアメリカになってくるとさ、そのクラシックとジャズをうまくくっつけたりとか、クラシックとロックをくっつけたりとかしていったのがきっかけで、今のあるブロードウェイのミュージカルの本当のスタートポイントになってるんじゃないのかなと僕は思う。なるほど。ミュージカルの指揮者を目指してアメリカに行かれた原田さんが、オペラを振るってなった時ってどういう決断だったんですか？ミュージカルの指揮者になる予定はなかったのよね。ミュージカルのピットで単に楽器を演奏したかったの。なるほど。やっぱり自分は奏者だから、そこで振るっていうのはまずなかった。そうだったんですね。振りたいとも一回も思ったことはない。単に奏者として、ね、例えばシカゴのツアーに入って世界中でツアーミュージカルで入ってそれで演奏してれば嬉しかったんだけど、指揮にハマったのは高校生の時で、僕の吹奏楽の先生がフェネルっていう東京高専のね名誉指揮者で、彼の元で演奏してたのがきっかけで指揮者になりたいとなったんだけど、それがミュージカルの指揮者になりたいかっていうのは全然なくて。そうだったんですね。でオペラの世界にはまってしまったのは高校生の時にアメリカに行った時によくランニングしてるんだけど、ランニングしてる時に当時なんかね iPad とかもないからラジオを聞きながら、ローカルなラジオステーションを聞きながら走ってたらすっごい美しい音楽が流れてきたの。で立ち止まってなんだろうこれと思って走るのやめて、なんだろうこれってずっと聞きながら、ですっごい涙になったのね。あまりにも感動して、16から17ぐらいの僕がわあすっごいと思って、で終わった後に曲名をね DJ が言った時にプッチーニのラボエムの一幕だってパバロッティとフレーニーが歌ってる。まずプッチーニが分かんない、ボエムとは何だ、パバラッティとは誰だ、フレーニーとは誰、メトとは何だとりあえず分からない単語が5個出てしまったから分かんない、聞き取れなくて、でうちの芸術高校にラジオステーションがあったから、もうそこに行ってすぐに今のこの時間この何時何分でかかってた美しい曲は何だったのって言った時に CD を渡されたのがそのパバロッティとフレーニーのメトの録音で、それで DVD も貸してもらって見て、こんな世界あんのみたいな誰も教えてくれてないし人生でまだオペラを見たことなかったのよね。日本だとオペラってなんか小さい子がオペラ行こうよっていう感覚ゼロじゃない。本当に親とかが歌手だったりとか親とかが音楽家だったりしたら、オペラっていう言葉に触れることもあるし、でも高いじゃない。だから僕の人生にはバレエとかは行ってたりミュージカルとは行ってたけど、オペラっていうところは行ったことなかったのよね。歌舞伎は行ったことあったんだけど、だからそこでオペラというものを初めて触れて、それでこんな美しいものがあって、で DVD とかいろいろと、ね、集め始めて、でちょうど同じタイミングぐらいに式にもハマり始めで、まだ人生で一回もオペラを見たことないから、もう絶対オペラを見るんであればニューヨークのメトロポリタンで見てやるっ
と思って大学の時にお金貯めて、で見に行って、でメトロポリタンオペラって今はもうそうじゃないんだけど、昔は1席だけめちゃくちゃ安い席があったの。1席だけなんですか？1席だけ、もう究極に安いチケットがあったので、それは1列目のど真ん中でレバインが降ってる時、なぜかというと何も見えない。もうレバインマエストロあまりにも大きいから、もう背中しか見えなくてこういう状態なわけよね。でそこの席を買って大学1年生の時に初めて生オペラを見て、で絶対ボエムが良かったのね。どうしてもボエムが見たかったから、それに合わせてニューヨークに行って見に行って、あれを見た瞬間にオペラ指揮者こっちだって、もう全部が変わった。自分の方向性が、人生の僕はここに行きたい。何がそこまで引きつけたんですか、原田さん？もうフルセット、音楽、衣装、言葉、演出、ライティング。初めてのオペラがニューヨークのメトのボエムのプロダクション見てしまったから、すごいのよね。もう2幕の頭に何百人いるのっていうぐらいの人数がステージにいるわけよ。ですっごい遠いところからマーチしてくるわけよ、街の人たちが。で1列目に座ってるのに遠いとか思いながら、これいつこっちに来るんだろうとか見ながら、いやもうあれにはすごい感動した。いやまあメトは本当に特別なところだと思うんだけど、そうだね、全部だね。芸術、その音楽の芸術の一番の頂点にあると思うオペラって。全部あるじゃない。音楽からバレエからカプシュムからセットから。でしかも生声だよ。でオーケストラでしょ。人間が芸術の可能性の一番のピークのものがオペラだと思う。そうなんですね、そんなすごく素敵なオペラなのに、例えばミュージカルファンでもオペラは見ないって方もいらっしゃいますし、クラシックファンでも実は器楽曲のコンサートは行くけどオペラは行かないっていう方もいらっしゃるんですよね。なんでだと思う？なんでなんですかね、これは。なんかある答え？先ほどおっしゃってたチケット代が高いみたいなところあると思うんですけど、もう一つは言語がわからないっていう壁もあるのかなと思います。原田さんはどんなふうに？そうね、言語は多分あるかもしれない、それは壁になってるかもしれない、字幕読むのめんどくさいとか、あとは、チケット代はね絶対あると思う。日本でのオペラは確かに高い、だけどそれだけの芸術作品なんだよっていうのが伝わんなきゃいけないのと、あとチケットが安いプライスのオペラプロダクションもあるけど、でもそんなにたくさんはないじゃない、でそれがきっかけでじゃあ次大きなオペラに行きたいっていう風になるかならないかはプロダクションの問題だと思うのね。ヨーロッパとかさアメリカとかだとそのオペラのスターとかその町に所属するちゃんとオペラ団があって、その町のスーパースターなわけじゃない。一番歌がここの町で上手な人みたいな感じで劇場を中心に町が作られているから、そういうカルチャーがやっぱり日本はすごくないかなとは思う、それ大きそうですね、どちらかというとさ日本はさ駅が中心にさ街ができてるじゃない。そうですね、だから駅の上に本当はオペラ会場があったら最高なんだけどさ、駅の特に東京のコンサートとかでよく思うんだけど、駅にあるコンサート会場が一番便利で行きやすいじゃん、ミューザ川崎とかさ、でも駅からさ遠いとなんかちょっと今日行くのやめようかなってなるの分かるもうちょっと近かったら嬉しいんだなとかね。でも池袋とかはさもう駅真横だからさ、ね、楽じゃない。東京駅の上にさオペラハウスがあったらさ最高だと思うんだけどね。いいですね、ホテルもありますからもう一日そこで遊べますね。だからそういうふうにやっぱり街づくりがヨーロッパはさその文化とかをそこを中心にこうやって街が作られている、だからその劇場とかホールとかがさ、その人たちが集まるっていうのがもう何百年前からのカルチャーだから。だからそれには日本は決してなることはできないと思う。今もう中が言ったと思うんだけど、それもあるからなんかあまり触れるチャンスがないのと、あとは僕が一ついつも思うのはテレビとかね、マスメディアね、芸術のスキルを持っているスターがテレビに出るって言ったら歌舞伎役者出るでしょ、出ますね。宝塚のスター出るでしょ、ミュージカルのスター出るでしょ、オペラ歌手出ない。本当ですね。なんでですか？考えが古いから、クラシックの世界が日本の。
出せばいいじゃんって思うわけよ。こちら側が出さないっていう。売り込まないから。でも出してなんかちょっと売れればさ、人気さえ出ればさ、バラエティーとかに出て人気さえ出ればさ、あ、こういう人いるんだと思ってさ、興味を持ってくれるじゃん。だから僕も本当にいつも感動してすごいなと思うのは清塚君とか、やっぱ全然テレビでもカンフタブルだし、コンサート会場でもカンフタブルなわけで、彼とコラボするとちゃんとした素晴らしい音楽を奏でているし、テレビではパーソナリティもあるって言ったら、それはやっぱファンはつくわけじゃない。でもクラシックのアーティストでそうやって普通のテレビとかニュースとかによく出てて、本当にピアニストって言ったらあの人だよねとかさ、バイオリニストって言ったらあの人だよねっていうのが、そこの街のどっかで歩いてる人に声かけて聞いた時に名前が出てこないって時点で、日本のソプラノ歌手と言ったらって言った時に名前が出ないわけじゃない。いや、分かりません。でも日本のピアニストと言ったら、もしかしたら清塚君みたいな名前は絶対出てくると思うのね。そこの違いだと思う。なるほどね。でもみんな好きな歌舞伎役者とか、名前は知ってるとか、ドラマとかに出てくるからね、そこだと思う。だから古いんだよね、日本のアーティストの、クラシック界のアーティストの売り込み方が。だからお客さんも減っちゃうし。でもそういうちょっと環境的に難しいこの日本において、こうオペラとかオペレッタを楽しむための何かヒントを原田さんからいただけたら嬉しいなと思うんですけど。そうね、日本ってやっぱりドラマとかが大好きなカルチャーじゃない。テレビドラマとか連ドラとか、だからそういう感覚でオペラの公演を見に来ていただくのが一番いいかなと思う。絶対失恋がある、絶対裏切り者がいる、絶対愛があって、絶対喜びがあって、絶対悲しみがある、この1、2、3、4、5は絶対オペラに入ってるから、でもしかしたら死ぬかもしれない、死なないかもしれないっていうね。だからそういうのがさ、ギュッと2時間半から3時間で詰まってるわけじゃない。すごく素敵な世界なのよね。でその空間にはスマホから邪魔されない時間もあるわけよね。確かに3時間携帯を触らないっていうのが、多分もう今人生で寝てる時ですら触ってる人もいるからベッドでだからあんまりないわけじゃない、だからそういうふうにちょっとメンタルリセットのためにはすごくいいんじゃないのかな、芸術って、確かになんかそこに没入してる時間っていう感じがしますね、だってさ、なんか森とかに山とか登りに行ったり海とか行ってもさ、映える写真を撮るのに必死な人たちがいるってことはさ、あまり自然を楽しんでるわけじゃないじゃん。でもコンサートはさ、意外とやっぱり携帯消すからリセットにはいいんじゃないのかなとはちょっと思うけどね。なるほど、それは新しい視点ですね。面白い。今ちょっと楽しみ方のポイントを教えていただきましたけど、原田さんがまだミュージカルやオペラ見たことのないっていう方に向けておすすめしたい作品、おすすめしたい作品ね、やっぱ天国と地獄じゃない？本当ですか？どうしてですか？なんでかというと、笑いを楽しむ人ってすごく世界中いると思うのね、笑うとやっぱり幸せな気持ちになるし、笑うと笑顔も出るし、笑いの空間にいると何かがやっぱり幸せなオーラ、なんかポジティブなエネルギーが出てくるわけじゃない、天国と地獄ってオフェンバックが作った前のそのオリジナルの天国と地獄のストーリーって超複雑で超暗くて、結構トゥイストでなんか裏腹なストーリーなんだけど、こんなにシリアスな物語をよくこれだけ180度変えて漫才にしたなと思うわけよ。漫才、確かにそんな感じしますね。でやっぱり日本って漫才とかボケツッコミとかコントとかのさ、文化がすごい強いわけじゃない、それだからこそこのオペラはなんか漫才オペラだと思ってくれればすごく入りやすいんじゃないのかなと思う、いいですね、ちょっと天国と地獄のストーリーを知らない方にも少しだけあらすじを教えていただいてもいいですか？スーパーシンプルに言うと、うまくいってる雰囲気を持っている夫婦が実はダブル不倫してて、で一人はハエと恋を落ちたりとか、もう一人は奥様を救いに行かなきゃいけない試練を与えられるんだけど本当は全然救いたくなくて、で最後の最後になんか仲良しでハッピーでエンディングになるのかなと思ったら、また新しい試練が舞い降りて、で離れた時に嬉しいみたいなね、だから愛なのか愛じゃないのかよく分かんないんだけど、でももうすごいなんだろうね
どっちやねんみたいなねそれがもうスタートからエンドまで、まあ、特に原作を知ってるとまたより面白さも感じるなと思うんですけど、私なんかこう天国と地獄の面白いポイントはセロンっていう役があるっていうのがそうね、セリフね、面白いなと思うんですけど、ああいうちょっとした客観性も入れながら、ストーリーテリングで進んでいくっていうのも面白いポイントかなと。だからなんか日本の漫画とかあるじゃない、アニメとかなんか例えばさ「ドラゴンボール」みたいな、とかサザエさんとかでもいいんだけどさ、よくアニメの終わりに次回はっていう時にさ、天国の声みたいな天使の声とかあるじゃない、あれが世論だと思ってればさ、なんか何もオペラのこと分からなくても誰かがちゃんと伝えてくれるよっていうガイドがいるから、天国と地獄はすごく見やすくて聞きやすいんじゃないのかなと思う。で、まあ、今回やるね、私たちがやる日会のプロダクションに関しては全部日本語なので。そうなんですね、そう日本語でやるから分からないはずがない。本当ですねセリフも歌も全て日本語なんです。へえ、それ大変でしたね。全然大変じゃないですよ。だってどこが大変なの？いつもやっている振っているものとちょっと違いませんか？でも音楽は一緒だもん。あ、そうなんですね、ただ言ってる言葉がね日本語なだけで、でもこのオフェンバックに関しては、彼の作品っていろんな言葉でね演奏されるのよ。もともと最初からもともとフレンチってフランス語で書いてあったけど、でもいろんな国に合わせて言葉変えてった演目だから、これ日本語でやったって全然違和感なくて、で今回日本語に、ね、訳した人もとてもすごくスマートな言葉のチョイスをしてくれたので、すごく楽しくて聞きやすいし、分かりやすい、めちゃくちゃ分かりやすいプロダクションになってると思う。初めてオペラ見たいっていう方、すごいおすすめできそうですね。すごいおすすめできる、しかも4日間やるんですね。4日間やります。ダブルキャストなので、本当ですね、1人のキャストが2回ずつっていう感じなんですけど、まあ可愛いですよ。セットとかコスチュームもポッピーだし、なんかカラーがピンクとなんか華やかだし、あとは演出がすごく面白いから笑いどころが満点なので、すごく楽しいですね。そうですか、この指揮を原田さんがされる時に気をつけられることとか何かありますか？漫才とかコントとかコメディをやってる人はすごくこれ言ったら分かるんだけど、笑いを作ることってすっごく難しいの。人を笑わせるとか一番大事なのはあらすじとか会話とか音楽のフレーズとか全てに応じて人を笑わす時に何か間がないといけないわけよね、ワンポイント。その間が長すぎてもダメだし短すぎてもダメ。その空気感を僕はピットの中で振りながらね、何百人も後ろに、ね、背中のそのエネルギーを感じながら、今この瞬間だったら笑いが取れるのかなじゃんみたいな、それはやっぱり計算しなきゃいけないのと計算できない、そのオーガニックでなきゃいけない。で計算して笑いを取りに行くと絶対つまんない。ドラマチックなもの演目とかは簡単ではないけど意外とストレートに伝えられるのね。苦しみとか愛とかロマンスとかは、コメディは違う。だってなぜかというと滑る確率がすごい高いから。その演出家とかはここが面白いのが分かってるから、面白いんだよって分かっててやってしまうと意外とお客さんのリアクションが何もなかったりすると焦るのよね。面白かったはずなのになんで誰も笑ってないんだろうとかね。面白いですね。なんかこうちょっと普通のオペラとは違うまた楽しみ方がありそうですね。コメディは難しい。やっぱね、演出家のスキルをすごく試されると思う。コメディって演出家が本当に空気が読めてる人が読めてないかっていうのがすごい評価される。だから大体の演出家ってコメディねやるのはね怖いのよね。笑いを取るって結構難しいと思う。ですか。みんなを笑わせるってさ、だから日本のそのコントとかさ漫才とか見てるのがすごく楽しくてさ、やっぱ M1 とかのさなんか見てるとさ、面白い時と全然面白くない時ってさすっごい分かりやすいじゃない。でスタジオが笑ってあげてるんだな感といや本当に素で笑ってるんだなっていうのがやっぱり
分かるわけじゃない、人間ってテレビ通しても、それが生のステージで、しかもオペラだから地声なわけだから、そういうところはやっぱりある意味楽しみですよね。お笑い好きもおすすめできそうな作品ですね。もうお笑い好きは絶対来た方がいいと思う。面白い。チャンネルのファンの皆さん、こんにちは。今回の映像を見てくださってありがとうございます。この動画をきっかけにクラシックのコンサートだったり、でもクラシックだけじゃなくてオペラとかライブのコンサートを劇場とかコンサートホールでぜひ見に行っていただきたいと思っています。生の演奏を見ることのやっぱ素晴らしさっていうのは、その自分の肌でその音楽のエネルギーとか魂を感じることができる。それって CD とか YouTube とかでは絶対感じられないものだから、やっぱりその芸術作品、楽器から奏でてくる音、声から出てくる音楽、それを肌で感じるチャンスだと思うので、まだコンサート行ったことないなっていう方たちはぜひぜひどのコンサートでもいいので生のパフォーマンスを見に行ってください。それでは会場でいつかお会いしましょう。いかがでしたか？今回原田慶太郎さんが指揮をする天国と地獄は有楽町日比谷の日生劇場にてこちらの日程で上演されます。日本語での上演となるので事前の予習などは一切不要。内容も笑いどころがたくさんあるので気軽に楽しめる公演になりそうですね。個人的には運動会でよく聞くあのフレーズがこの舞台のどんなシーンで使われるのか皆さんに体験していただきたいなと思います。出演者やチケットの情報については概要欄にリンクを記載していますのでぜひ気になる方はチェックしてみてください。今回の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。そして皆様のコメントもいつも楽しく読んでいます。感想などぜひコメント欄にお寄せください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団や演奏家の紹介や有名曲の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。